はっきり度が低いですね。で今時間が1時20分になりました。この後どうしようかなって迷ってたんですけど、適当にこの辺ギザの街並みをぶらつこうと思います。ホテルの目の前は馬がたくさんいますね。使い手がいないから馬車の馬が勝手に動いてるよ。どうすんねんこれ。ここら辺もうそこら中に馬糞馬のが落ちてますね。いやクロックスで来るんじゃなかったな本当だらけだ。めちゃめちゃ喧嘩してるけども何なんだこいつら今朝もちらっと言ったんですけど、エジプトって日本の間で世界三大うざい国の一つとされてまして、インド、エジプト、モロッコの3つだそうです。で、今んとこの私個人の印象としては、正直インドの圧勝ですね。インドほどうざいとは思えないです。これを馬1頭で運ばせんのはかわいそうだな。もうなんかやだな。馬好きだから余計になんか思っちゃうな。この辺の道雰囲気あるね。ローカル感漂ってていい感じ。ピラミッドからちょっと遠ざかれば遠ざかるほど静かになっていい感じになってきましたね。この辺の家どこもかしこもなんか布で覆ってるんだけど、これ多分あれか、日の光が入ったら暑いからこうしてんのか。いやー知恵がありますな。普通か。ギザの街にはトゥクトゥクがあるんですね。トゥクトゥクというべきかオートリキシャというべきか分かりませんが、やっぱインドに近いのかな。ちっちゃい馬が道を塞いでますがかわいそうだな。これぐらいならって言おうとしたけどこれ重いよな多分。自分競馬が好きだからっていうのもあるけど馬が好きで、馬ってあれじゃないですか、人間に従順に従ってくれて、で気性は穏やかで草食動物なのにめちゃくちゃパワーがあってで足が速いっていう大好きな動物なんですよね。結構この国に来て心を痛めてますね。もうちょっと馬は大事に扱ってほしいです。ラクダは暑さに強いからまだ大丈夫かもしれないけど、馬って別に暑さに強いわけじゃないですからね。ピラミッド付近で古希使われてる馬を見ると結構心が痛むんですよね。なんだかまたすごい賑やかな道に出てきましたね。近くに学校があるみたいで子供たちが多い場所にあります。これすごくないですか。廃墟感がやばい。これ多分前はホテル、高級ホテルだったんじゃない。完全な廃墟。中入ってみて突然ですがここに散髪屋さんがあったので髪切ろうと思います。ヘアカットは300ポンドって言ってました。はい、ということでこんな感じになりました。どうですか。個人的にはかなり気に入りました。300ポンドですからね、900円ぐらい安いよね。ペルーのマチュピチュ村でやってもらった時は最悪だったんですけど、ここのアハメットさん結構上手でした。良かったです。髪型も結構良かったです。長さもちょうどいいぐらいかなと思います。ここのバーバーキングさんおすすめです。バーバーキングのすぐ近くにスーパーマーケットがあったからちょっと中見ていきます。中結構広かった。多分安いんだろうけど価格の表記がないんだね。ではまた適当にブラブラ歩きながら、ホテルに戻ろうと思います。この道なかなか汚ねえな。結構ギザはこういう道が多くてなかなかしんどいね。この車すげえな。何をどうしたらこんな状態の車になるんだ。やば。こうして街中歩いてると結構声かけてくれるんですよ。はいみたいな感じでフレンドリーでいいっすね。観光地以外では詐欺師っぽい人には出くわないし、ギザの人々はフレンドリーでいい感じです。これナンチャパティわかんないけどすごいいい匂いする。うまそう。あ、パン屋さんか。向こうはメロンパンっぽいもの作ってるね。うまそう。ここは何屋さんでしょうかまさかリサイクルショップじゃないよね。廃品回収かな。面白いわ。この辺は野犬ゾーンですね。野犬がいっぱいいます。大丈夫かなHow old are you? 12? わお。驚きましたね。12歳の子供がトゥクトゥク運転して客引きしてました馬が勝手に歩いてるけど大丈夫。かわいそうだな。この門は一体何ですかねあれか、ラクダとか馬入れないようにしてんのかな。ピラミッドが見えるところまで戻ってきました。
ここまっすぐ行けばもう自分のホテルですね。ということでもうホテル着いちゃいました。ちょっと部屋で休憩します。ホテル戻ってきたら停電してるんですけど、はい、ということで停電してるホテルに帰ってきました。時間は5時49分になりました。ちょっと早いけど飯食いに行きます。さっきの停電は30分ぐらいで治りました。部屋の中暑かったです。お目当ての店はエルノマディクスレストランになります。このホテルの上かな、行ってみましょう。やはりこのホテルの屋上だったみたいです。このホテル良さげっすね。どうなんだろうね。思ってたよりこじんまりとしてたけど、なんとか席確保しました。注文したのが水と、あとオクラビーフタジンですね。で今店員さんが来て、ビーフがちょっと手に入るのに1時間かかるって言われて、じゃあチキンにしようってことでチキンにしました。で先に一応タジンについて説明しておくと、もともとはモロッコあたりの発祥の料理らしいです。モロッコでは、独特なタジン鍋っていうのを使うみたいなんですけど、エジプトでは普通の煮込み料理のことを言うらしいです。で一般的には食材に含まれる水分を利用して蒸し焼きにするスタイルの北アフリカ料理だそうです。逆光で申し訳ないんですけど、このレストランから見るピラミッドスフィンクスもいい感じですね。さあ来ました、タジン鍋。うまそう。オクラとチキンが入っているはずのタジン鍋で、付け合わせにパンかご飯どっちがいいって聞かれて、おすすめ聞いたらライスということだったんでライスなのに、なぜかパンも来ました。いただきます。タジン鍋いただきます。これがまずオクラですね。うまっ。オクラ自体はもちろん普通のオクラなんだけど、味付けがめちゃくちゃうまい。でこれがおそらくチキン。うまっ。でこのスープ自体はベースはトマトですね。トマトベースで結構ニンニクも効かせた感じの味がしますね。そこそこ油浮いてるのが気になるけど、でもめちゃくちゃうまいです。急遽ビーフじゃなくてチキンになったわけなんですけど、もうチキンの量が半端ない。もうこれはお腹いっぱいになる。でオクラもたっぷりと入ってていいっすよ。うまいです。あとライスなんですけど、これもうまいんだよね。昨日の店ほどしっとりはしてないけど、チャーハンぐらいの硬さの米でバターが効いてて、これもうまい。エジプトってもしかして米うまいんですかね。びっくりした。合うに決まってるね。うまい。ごちそうさまでした。会計611ポンドでした。いやーめちゃくちゃうまかった。エジプト飯うまくないですかめちゃくちゃうまいんですけど、昨日はエジプト料理とは言えないけど、でも味付けとかセンス出るもんね。エジプト飯うまいな。7時20分にホテル帰ってきました。そしてホテルの部屋のベランダバルコニーからはもうこんな景色です。いやー夕日が綺麗。素晴らしいね。おはようございます。ホテルの朝食をいただきます。内容は昨日と全く一緒でした。改めておはようございます。5月15日木曜日10時7分になります。本当はもっと早く出ようと思ったんですけど、昨日の夜からお腹の調子が悪くて、今朝完全に下痢でしたね。もう5回ぐらいトイレ行きました。今から観光に出かけます。ウーバーを呼んで出かけます。今ウーバー乗れましたが、最初の2回マッチングしたドライバーはすぐメッセージが来て、現金での支払いでお願いしますとか、現金じゃないとダメだとか言ってきます。ぼったくる気満々でそう言ってきますが、当然私は拒否して、いや腹立つね。この辺はインドよりひどいね。ナイル川ですね。いや一度見たかったから見れてよかった。広いな。ウーバー 159.93 ポンドでした。やってきたのがエジプト考古学博物館になります。超有名なとこです。チケット私はオンラインで買ったんですけど、550ポンドですね。では入ってきます。荷物検査を終えて入ってきました。チケットはこの前お話した通り公式サイトからのやつだとチケット取得できずに泣き寝入りしました。でトリップドットコムで取り直して、トリップドットコムでちょっと割高ですけど2406円でした。この博物館のメインはツタンカーメン像なんですけど、他に今までミイラとかがあって、でミイラはちょっと別の博物館に移されたって話ですね。そっちの博物館にも後で行こうとは思ってます。1階はこんな感じで年代別に展示がされてるみたいですね。入り口入ってすぐのこちらがラムセス2世の像みたいです。このラムセス2世は第19
王朝のファラオだそうですね。入り口入って左に進んだこちらがジェセルさんという人です。第4王朝のファラオで史上初めてピラミッドを作らせた王様だそうです。なるほど、なかなか歴史的な人やな。でこのジェセルさんの像は等身大の王の像としては最古のものになるそうです。このめちゃくちゃちっちゃいのがクフ王ですね。ギザ最大のピラミッドを作らせたクフ王のめちゃくちゃちっちゃい像になりますね。こちらはカフラー王ですね。エジプト一美しいピラミッドと言われているカフラー王、こんな人だったんですね、カフラーさんは。ここにギザ三大ピラミッドの残りの一つのメンカウラー王もいましたね。メンカウラー王は、それぞれの像の3人いるうちの真ん中だと思われますね。ハトシェプストさん、古代エジプトで唯一女性でファラオになった方だそうで、すごい人ですね。こちらは最初にいたラムセス2世の幼少期の頃の像だそうですね。指をくわえた姿が可愛らしいということで、日本人の方のブログでは結構みんな紹介してますね。いやもうなんか頭がバグっちまいそうなほど見どころがたくさんありますよ。建物入り口入ってまっすぐ行ったところの奥にそびえる巨大な石像はアメンエムハト3世の像です。このアメンエムハト3世は古代エジプトの第12王朝のファラオで、エジプトをさらに繁栄させる剣王だったらしいですね。では2階に上がっていこうと思います。この博物館は1階と2階で構成されてるみたいですね。以前はミイラもこの2階に展示されていたらしいんですけど、さっき言ったかな、別の博物館に移されちゃってます。ただツタンカーメン像はまだおそらくこの博物館にあるはずなので、どっかまだわかんないですけど探してみようと思います。ツタンカーメンではなさそうですけど、黄金のマスクが登場しましたね。この奥とかにあるかな。ここっぽいね。すごい人いるし、めちゃくちゃ人いるからここっぽい。今ツタンカーメンの中入ってきました。ビデオはもちろん写真も NG だったので、すいません、私だけで見てきたんですけど、すごいわ金ピカなのもいいんだけど、それ以上にめちゃくちゃ装飾が細かいんですよ。もうちっちゃいすごいいろんな模様が描いてあって、目がなんかリアルだし、耳の穴までしっかり作ってる感じで、これ何千年も前のやつですよね。もう信じられないです。すごいわ、すごい。これで1階も2階もそれぞれ一通り回ったかなと思うんですけど、見どころがありすぎまして、一旦撮影を止めてもう一周してきます。すいません。今博物館出てきました。博物館出るときになぜか荷物検査をするっていうね、もうわけわかんないですね。出口はお土産物屋さんを通っていかないと外に出れないみたいです。はい、では外に出れたので、次の目的地にまた Uber 呼んで向かいたいと思います。 Uber すぐに乗り込めました。自分は間違えてミュージアムの敷地内で指定しちゃったんだけど、外で待っててくれてすごいいい人だ。エジプトでこんないい人いるんですね。Uber チップ多めに渡して 79.91 ポンドでした。来てきたのがエジプト国立文明博物館というところです。では荷物検査あるっぽいんで、それをやって入ろうと思います。このエジプト国立文明博物館は地味な存在というか、そこまで人気なかったと思うんですけど、エジプト考古学博物館からファラオのミイラがこちらに移されたんですよね。でなので私も来てみることにしました。こちらなんと磯崎新さんという方、日本人の方がデザインしたみたいですね。中は広々としてますね。結構新しいのかな。すごい冷房も効いてて涼しいですね。中入ったんですけど、ここにロイヤルマミーってあるから、早速ここがミイラの部屋かな。なんでもラムセス2世とか唯一女性でファラオになった方とかのミイラがあるっぽいんですけど、こちらの博物館はだいぶ近代的になりましたね。今の空間は何だったのかよくわかんないけど、こっちがロイヤルマミーということで行ってみましょう。ミイラを見れるスペースはやっぱりちょっと撮影禁止だったんで、すいません、自分だけ見てきましたが、すごかったですね。多分全部で20体前後ぐらいありました。あんな綺麗な状態でミイラって残るものなんですね。すごかったです。中には歯とか髪の毛が結構残ってる人もいて、あれ本物なんですかね。すごいな。いやすごかったです。これは一見の価値ありですね。ここに謎のザ・ファラオゴールデンパレードっていうところがあるんで、ちょっと行ってみましょうか。めちゃくちゃ派手な装飾でもされてるんですかね。この奥には何があるんでしょうか。まさかのトイレしかないっていう、なんじゃそれこの絵とかって思ったんですけど、
これはさすがに古代エジプト文明時代のものではないみたいですね。180年前ぐらいのものみたいですね。文明博物館ではそういった結構最近のやつも展示されてるみたいですね。この像とかも100年ぐらい前ですか、その頃のものみたいですね。はい、文明博物館から出てきました。やっぱりミイラはすごいですね。一見の価値ありだと思います。正直さっきの考古学博物館ほど見どころはないかもしれないんですけど、でも入場料2000円前後なら全然来ていいんじゃないかなと思いますね。それで次なんですけど、大エジプト博物館っていうところがあって、そちらに行こうと思ってたんですけど、腹痛くてケツが爆発しそうなので、すいません、ホテルに戻ります。その大エジプト博物館って結構長い間プレオープン中みたいな感じなんですよ。後々は考古学博物館にあったツタンカーメン像とかめちゃくちゃ有名で人気あるやつを移設するらしいんですけど、いつ移設するか全くわからないっていう感じらしいんですよ。現時点でも見どころのあるところらしいんですけど、体調が良ければ行くつもりだったんですけど、今回私はやめときます。今回も変なメッセージのやり取りなしでウーバー来てくれました。ウーバー着きました。チップ込みで 159.9 ポンドでした。じゃあ部屋に戻ってですね、多分また水分しか出ないけどトイレにこもりたいと思います。夕方6時になりました。夜飯食おうと思うんですけど、夜飯はまさかの KFC にします。いや違うんですよ。この近くにあるエジプト料理もありそうな店に本当は行こうとしてたんですよ。チェック済みなんですよ。でただちょっと体調優先させてください。 KFC なら体にいいのかって言われるとあれなんですけど、一応ちょっと食べ慣れてるものということですいませんが許してください。ということでスフィンクスの目の前にある KFC で、テイクアウトします。ということで今日の夕食 KFC315 ポンド、味は普通だと思うんで特に言及しません。なんかやってますね。昨日一昨日はこんなイベントみたいなのなかったのに。ちなみに今日は木曜日です。火曜日水曜日は特になかったけど、木曜日になんかやってます。はい、今時間は夜8時43分になります。明日ですね、エジプトを離れます。明日早朝5時過ぎにはここを出たいので、今のうちにこのホテルエジプトピラミッドインですね、そちらの評価をしたいと思います。星5つ中3つにしておきます。いい点としてはもうまず景色ですね。ピラミッドとかスフィンクスも丸見えっていうホテルは結構この辺あるっぽいんですよ。バルコニー付きでそれが見れるっていうのは多分そんななかなかないと思うんですよね。立地は完璧かなと思います。ただ悪い点としてはやっぱちょっと高いですね。1泊13,000円ぐらいでしたっけ。部屋のクオリティも悪くはないんですけど、13,000円のコスパっていうのはさすがにきつい感じですね。高いけどいいところもあるので普通評価の星3つといたします。ということでですね、明日朝早いのでまだ早いんですけどシャワー浴びて寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。5月16日金曜日朝5時26分になります。では今からチェックアウトして Uber 呼んで空港へ向かいます。Uber 5、6台ぐらいマッチングした後で現金で20ドル払えって言ってきて、すげえムカつきました。マジでみたいなやつが多いですね。ギザは。カイロは結構大丈夫だったんですけどね。6時25分、カイロ国際空港の第3ターミナル着きました。予定よりだいぶ遅くなっちゃったんで、急いでチェックインして制限エリア内に行きます。はい、それで制限エリア内に入ってきました。チェックインカウンター前に荷物検査があったんですけど、この係員がめちゃくちゃ荒くて、バックパックの中パソコン入ってるからすごい心配になりましたね。マジでじゃねえよって感じです。で、あと出国審査の時も入国の時のスタンプが見つけられなくて、すげえイライラしてるんですよ。どこだよみたいな感じで言われて、もう子供じゃねえんだからそんなもん見りゃ探しゃわかんだろうって感じなんですけど、もうはっきり度が低いですね。で、エジプトの感想なんですけど、ピラミッドとかスフィンクスは確かに良かったですね。で、ただですね、ウーバー、ドライバーだけはインド並みにうざいですね。インドとは全然違うところでうざいですね。個人的にはインドの方がうざいけど、インド人の方が可愛らしいような、そんな印象を私は持ちました。で、ただめちゃくちゃ意外だったのが飯がうまかったんですよね。絶賛下痢中なので
なんかあんまりこういうのはあれなんですけど、まあ、飯がうまかったのは確かです。これは意外でしたね。エジプトに来た時にも言ったんですけど、エジプトはギザカイロ以外にも行きたいところがありすぎるので、また来るかなとは思いますね、いつか。エジプトの感想は以上になります。で、次なんですけども、エジプト航空に乗ってですね、ここカイロからチュニジアに行きます。チュニジアのチュニスですね。あとシディブサイドっていう青と白の街に行こうと思っております。ということでエジプト編は以上となりますので、面白かった、役に立ったと思っていただけたならチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではチュニジア編でお会いしましょう。